伝説のジャパニーズホラー参戦。皆さん、こんばんは。ゆいでつみです。今日も私のチャンネルに来てくれてありがとうございます。今回は日本のホラー映画、通称 J ホラーについてお話ししたいと思います。J ホラーって海外のホラーとは少し違いますよね。ハリウッド映画がよく使うような血しぶきや大きな音で驚かせる直線的な恐怖よりももっと湾曲的な恐怖、つまり遠回しな怖さを大切にしている気がします。何が映っているかよりもむしろ何が映っていないか、日常に潜むちょっとした違和感を通じて見る人の想像力に訴えかける、それが J ホラーの魅力であり、世界中で評価されている理由だと思います。今日はそんな J ホラーの歴史の中でも特に重要な絶対に外せない名作を3本私なりに深掘りして紹介します。それでは早速始めましょう。リング。まず最初に紹介するのは J ホラーブームの火付け役であり、その名を世界に轟かせた作品、まさにレジェンドと呼ぶにふさわしい1998年公開、中田秀夫監督のリングです。見ると1週間後に死ぬという呪いのビデオテープ。この都市伝説を題材にビデオの謎を追う主人公がタイムリミットが迫る中で、その根源である山村貞子の悲劇にたどり着く物語です。この映画の最大の功績は貞子というホラー史上屈指のアイコンを生み出したということです。長い黒髪、白いワンピース。この姿は恐怖の記号として世界中に浸透しました。でも、リングの本当の革新性はテクノロジーを兵器化したことにあると思います。当時、どの家庭にもあったビデオデッキとテレビ、安全なはずの日常の道具が死を運ぶ呪いのメディアになってしまった。これによって、恐怖は映画館の中だけのものではなくて、私たち自身の生活空間、リビングルームにまで侵入してきました。この日常の崩壊こそがリングが決定づけた J ホラーの本質だと思います。中田監督の演出は直接的な描写を避けて、見る人の心理を巧みに操ります。ビデオを見終わった直後、無言の電話の音、そして映画史に残る貞子がテレビ画面から這い出してくるクライマックス。静けさと不気味な動きだけで最大の恐怖を生み出す J ホラーの原点です。ほの暗い水の底から。続いて紹介するのはリングと同じ中田秀夫監督による2002年の作品。私が切ないホラーの名作と呼びたい、ほの暗い水の底からです。離婚調停中で精神的に不安定なシングルマザーのよしみが幼い娘と古いマンションに引っ越してくるところから物語は始まります。天井から広がる不気味な雨漏りのシミ、上階から聞こえる子供の足音、そして娘が拾ってきた赤い子供用のバッグ。この映画は全編を通して湿気がすごいです。ジメジメしていて画面から水が滴ってきそうな雰囲気があります。この作品で描かれる心霊現象は主人公であるよしみの母親としての不安や社会からの孤立感が形になったもののように見えます。リングのような呪いの恐怖とは違って、この映画の怖さは母と子の愛情という普遍的なテーマがじっとりとした恐怖によって蝕まれていく過程にあります。幽霊そのものよりもその背景にある悲しみや親子の絆が胸に迫ってきます。特にクライマックスの展開はホラーなのにすごく悲しくて切ない気持ちになります。見終わった後に深い余韻を残す中田監督のドメスティックホラーの真髄だと思います。呪い。最後に紹介するのはこれまでの2本とは全く手法が異なる作品です。ジャパニーズモキュメンタリーホラーの傑作、2005年公開、白石浩二監督の呪いです。モキュメンタリー、つまりフェイクドキュメンタリーですね。怪奇実話作家の小林正文という人が呪いと題されたドキュメンタリーを完成させた直後に失踪してしまう。この映画はその残されたビデオテープを再生するという形で進行します。物語は超能力を持つ少女や心霊現象に遭遇した芸能人など
一見無関係に見える複数の事象を追っていきます。そして、それらの点と点が繋がった時、かぐたばという不気味な古代の呪詛の存在が浮かび上がってくるんです。呪いの恐ろしさは、その徹底したリアリティの構築になります。バラエティ番組の映像、ニュース映像、ホームビデオ、いろいろなフォーマットを組み合わせることで、これが作り物だということを忘れさせるほど信憑性を生み出しています。初のジャンプステアはありません。でも、現代社会の水面下でうごめく巨大な陰謀を自分が調査して発見していくような感覚があって、じわじわと真綿で首を絞められるような恐怖があります。フィクションと現実の境界を見失ってしまうような和製モキュメンタリーの最高傑作です。ということで、今日は J ホラーを代表する3つの作品、リング、ほの暗い水の底から、そして呪いを紹介しました。心理的な恐怖の原点、切なさと恐怖が融合したドラマ、そして徹底したリアリズム、J ホラーというジャンルがいかに多様で豊かな表現を持っているかがわかりますよね。これらの作品は単なる怖い映画ではなくて、日本の文化が生み出した恐怖の芸術形態そのものだと私は思います。皆さんはこの中でどの作品が一番気になりましたか？他にもおすすめの J ホラーがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。今日の動画が面白かったと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。X もやっているので、フォローしてくれると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ニューレツミーでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。